商談進捗の不透明さ、タスク漏れ、資料探し。セールスマネージャーや営業リーダーにとって避けて通れない日常的な悩み。そんな時、案件管理からタスク実行、資料や提出書類の一元化する仕組みがあれば便利だと思いませんか？今回は営業活動を加速させるために必要不可欠な仕組みとして、フライクが提唱するタスク漏れゼロ、資料探しゼロを実現するシステム環境をご紹介します。成果の出ない営業チームにありがちな3つの共通項。営業活動の成果が出ない営業チームの共通項を考えたことありますか？優秀な人材を揃えてもなかなか成果が出せないという営業チームの声を耳にすることがあります。多くの原因は人材の質ではなく、次の3つのような成果を出しづらい組織環境とタスクをこなすための仕組みの欠如だと考えられます。成果の出ない営業チームにありがちな3つの共通項。営業活動の型がなく、人によって進め方がバラバラ。タスク漏れや進捗遅延が頻発する。クライアントと向き合う時間が減り、社内作業が増える。この3つに共通するのは、仕組みの欠如によってチームの力が分散し、本来注力すべき営業そのものにリソースが割けなくなっているという点です。では、これらを解決する方法は？環境と仕組みを整えればよいのです。解決方法。商談の進め方と売上予測の統一。タスクの標準化と自動生成による漏れ防止。資料探しゼロによる提案力の強化。3つの解決方法を実践するためには、バックログ×セールスフォース×ボックスという3つのシステムを連携することが必要です。ここからは実際にバックログ×セールスフォース×ボックス連携の画面を交えながら、業務プロセスとシステム連携がどのように組み立てられているのかを解説します。システムを導入する前に次のことを準備しておきましょう。1、営業活動における直接業務、間接業務の洗い出し。2、初回面談から契約までの流れを明文化。3、商談を前に進めるために関わる社内外メンバーの洗い出し。4、管理者が俯瞰してみたい指標や管理項目の定義。ここでしっかり可視化・整理しておかないと、形だけのシステムに終わってしまう危険性があります。どんな営業活動を日常的に回しているのか、どんなタスクが発生し、何が足かせになっているのか、客観的に把握しましょう。準備ができたら、いよいよツールを活用します。セールスフォースで商談フェーズ定義や営業タスクが管理され、ボックスのひな型フォルダの設定がされている状態からスタートします。ここには事前に社内でディスカッションされた共通の商談の進め方であるフェーズや営業タスクがマスターとして登録されてある前提で進めていきます。はじめにセールスフォースで商談を開きます。商談フェーズを問い合わせ、自動生成。初回面談準備中に変更。プロジェクトを確認すると、フェーズ初回面談準備中に必要なタスクが自動生成されていることを確認します。初回面談後、2時間無償相談会のアポイントが決まったら、フェーズを2時間無料ヒアリングアポ調整済みに変更し、バックログプロジェクトに新しいタスクが追加されていることを確認しましょう。次に取引先を開き、ボックスひな型フォルダ自動作成ボタンを謳歌。すると、ボックス上に案件用のフォルダが自動生成されます。セールスフォース商談に見積もり情報を入力し、見積もり書出力ボタンを謳歌。初版の見積もりが PDF 化されていることを確認しましょう。社内承認、稟議を回し、稟議が承認されたら、再度見積もり書出力ボタンを謳歌。これにより、承認済み、押印ありの見積もり書が出力されます。
見積書ボックス格納ボタンをクリックすると、ボックスに見積書が自動的に格納され、どのメンバーも最新資料にアクセス可能となります。バックログ×セールスフォース×ボックス、3つのツールの役割分担。実践編でご覧いただいた通り、営業活動をタスク漏れゼロ、資料探しゼロにするためには、ツールを単体で使うのではなく、役割を明確に定めて連携前提で運用することが不可欠です。フライクでは次のように役割を整理しています。セールスフォースの役割、司令塔。バックログの役割、エンジン。ボックスの役割、アーカイブ。セールスフォースは営業活動全体を指揮し、商談や案件を成果へとつなげる司令塔の役割を担います。バックログはセールスパーソンの日々のタスク実行を支える現場用のシステムとしてエンジンの機能を果たします。ボックスは営業で生まれるあらゆる資料、ナレッジを蓄積し、再利用可能な状態に整えるアーカイブとなります。それぞれの役割を明確にし、連携させることで、タスク漏れゼロ、資料探しゼロの仕組みを実現できるのです。営業チームが成果を出せない原因は、決して個々人のスキル不足ではありません。本質的な課題は仕組みの不在にあり、タスク管理や資料管理の俗人化が成果を阻んでいるのです。また重要なのは、システムを導入することではなく、どのような営業活動を回したいのか、どのタスクを標準化すべきかといった設計思想です。フライクのノウハウをもとに、営業チームが本来の業務であるクライアントと向き合うことに集中できる環境を作り、成果を出せる営業組織へと進化させましょう。描いた未来、一直線、フライク。